今日はマドリードからバルセロナに電車で移動して観光します。皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今1ヶ月間のヨーロッパの一人旅に出ています。フランス・パリから始まり2都市目のマドリードにいます。今日はここからバルセロナに移動、そして観光をする予定です。これからヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マドリードの中心駅のアトーチャ駅にいます。東京駅や品川駅みたいな感じですかね。とっても大きな駅です。駅の中に植物園レベルの木が生えていて、ちょっと南国の雰囲気を感じる構内になっています。チケットは事前にオミオというプラットフォームで購入していたので、そのまま出発ホームに向かいます。なんかスペインもちょっと慣れてきたので行けるだろうと思って、なぜか出発の20分前に余裕ぶっこいて到着することになっちゃって、日本の新幹線でも結構ギリギリな時間ですよね。でそっから駅が広すぎて実際の乗り場が全然見つからなくて、結構焦りました。でこの後実は荷物検査もあったりするので、並ぶことも想定して初めて利用される方は40分から1時間前には着いていると安心かなと思いました。出発ロビーの下の階に降りていきます。ここで簡単な荷物チェックのレーンがあります。液体などは特に問題なく、おそらく危険物のチェックのみかなと思いました。荷物チェックの前にチケットのスキャンがあり、 QR コードを出せば問題なかったです。ホーム手前の待合室はこんな感じです。電光掲示板に行き先と時間が書かれているので、自分のプラットフォームの番号を確認してその前で待ちます。実際に電車に乗り込むホームはこのドアの先にあるので、準備が整うまでこちらで待機します。ゲートが開いたのでホームに降りていきます。今回利用したのはスペインの高速列車の一つ、イリオです。バルセロナまでは3時間ほどで、金額は5000円ぐらいでした。7番ホームから出発するこの電車に乗っていきます。現状特に治安の悪さなどは感じません。日本の新幹線と本当に同じような感じです。ただ降りると売店がないので、手前の待合室でお水など必要なら購入しておくといいです。ちなみに待合室には結構いくつか売店とカフェがあるので、そこでお水とか軽食買うこともできます。車内はこんな感じです。シートの幅や背もたれが欧米の方のサイズで作られているそうなので、とっても広いです。荷物があったら棚の上に乗せることもできます。さらに前の座席に大きなテーブルもついているので、食事だったり作業もしやすい環境になっています。車内は無料 Wi-Fi があるので結構助かりました。いざ出発です。スペインだけでなくヨーロッパの高速列車はよく遅れると聞いてましたが、今回は定刻通りに出発しました。こんな感じでトイレもあるので安心です。感覚としては本当に日本の新幹線と同じで快適に過ごせています。車両の移動中によく見たら日立とありました。こういうところで日本の企業を目にするとなんか嬉しいですよね。スペインは結構荒野というか乾いたエリアが多いなと車窓から見て思いました。編集をしてたらあっという間にバルセロナに着きました。非常に快適な移動でした。到着して人の流れに乗っていくと出口の看板が見えてきます。空港の出国ロビーみたいですね。特にゲートはなく外に出れます。こちらがバルセロナサンツ駅。とっても広い駅で、こちらも同じくターミナルステーションっていう感じです。ホテルが近かったのでこのままタクシーで移動しちゃいました。バルセロナはマドリードと比べてホテルがとっても高かったです。まさに観光地プライスっていう感じでした。この辺から街の中心に入っていきます。だいたい10分ぐらいの乗車でした。
こは道が表参道みたいだなと思って撮ってみました。ホテルに荷物だけ預け、早速街歩きを開始します。今日の予定ですが、到着が午後だったので、メインの通りであるランブラス通りを歩きながらブケリア市場を目指し、そこでランチを食べる予定です。前回の動画で紹介しましたが、マドリードのサンミゲル市場が雨の影響で閉まっていけなかったので、ここで市場のランチをリベンジしたいと思います。その後少し離れた場所にある FC バルセロナの本拠地カンプノースタジアムを訪問します。ここは地下鉄を使って行こうと思っています。2024年の冬まで全面改修工事中で中には入れないのですが、併設されているグッズショップなどせっかくなので見に行ってみたいと思います。その後は街の中心に戻って散策し、夜はピカソが通った4匹の猫という老舗のレストランに行こうと思ってます。サグラダ・ファミリアなどガウディ建築は明日1日で一気に回るので、また次の動画で紹介します。バルセロナは実は前にも来たことがあるのですが、このバルセロナならではの建物の感じと人が多くて賑わってる雰囲気がとっても好きで、街を歩くだけでも楽しい場所です。やはりガウディをはじめとしてバルセロナで活躍した建築家の色を受けているのか、ちょっと他の街と印象が違うんですよね。マドリードのような直線クラシックな印象だけでなく、その中に曲線が混じって少し温かみを感じるというか、それがとっても好きです。またまた一等地にアップルを発見。こちらカタロニア広場に到着しました。カタロニア広場は観光でいうと結構中心に位置した広場になっています。特に何かあるってわけじゃないんですけど、印象としては鳩がめちゃくちゃ多かったです。こんな感じで本当に鳩が苦手な人はちょっと近寄らない方がいいかもしれないぐらいいました。多分人生で一番鳩見たのここだと思います。カタロニア広場を後にしてメインの通りを歩いていきます。ここはランブラス通りといって観光マップではメインの通りになっています。中央に広い遊歩道がドーンと通っており、小さいお店や車道を挟んだ両側にいろんなお店があり、歩いているだけで楽しい道になっています。気温は30度ぐらいでカラッとはしてるものの、日差しがとても強く暑く感じました。9月の頭だったのですが、服装は日本の夏の暑い日の格好でちょうど良かったです。まっすぐ歩いていくとブケリア市場に到着しました。こちらが市場の正面入り口です。市場の中のお店はこんな感じで、巨大な屋根付きガレージの中に小さいお店が密集しているイメージです。ショーケースに並べて食べ物を売ってます。魚介、肉、野菜、フルーツ、乾物、スイーツ、何でも揃っていて、その場でカウンターとかで座って食べることもできます。こんな感じで持って帰れるものもたくさん売ってるので、お土産にもおすすめです。ただもしかしたら観光地プライスって感じでちょっとだけ高いかもしれないです。オリーブも食べやすいように小分けになって売られています。この辺りは肉、ソーセージ、生ハムなどのコーナーですね。イベリコ豚の生ハムがちょうどいい感じで売られてますね。こちら一束買っちゃいました。日本で食べる生ハムと全然違います。切りたてなのかすごくしっとりしてて旨味がすごいです。これで5ユーロ。この辺は魚介コーナーで、牡蠣が1ピース単位で売られています。3ピースで7ユーロです。スペインのガリシア地方で採れた牡蠣ですね。イカとこちらアンチョビ、イワシのフリットですね。ビールに合いそうです。そろそろ飲みたくなってきたので、市場中央の一等地にあるこのお店の中に入ってみたいと思います。満席だったのですが、空きそうな席があるから3分待ってって言われて、無事に席に着きました。暑かったのでワインと迷ったんですが、ビールを注文しました。
はい、乾杯。そしてこちらも迷ったんですけど、生牡蠣を注文しちゃいました。過去当たったことないんですが、旅中にもし当たったら大変なので、普段はあんまり旅行中食べないようにしてるんですけど、あまりにも新鮮そうで自分の胃を信じて食べてみました。とっても美味しかったです。このお店、おそらく市場の中で一番賑わってるお店だったのですが、観察してたらオペレーションがめちゃくちゃすごかったんですね。まずこんな感じで中央にキッチン、その四方がカウンターの構造なのですが、どの席も空席の時間がほぼゼロなんですね。中の人は5人で、一つの辺に6から7席ぐらいのカウンターがあって、1人その一辺をカバーしつつ、5人目がキッチン専任っていう役割分担でした。どうやって空席ゼロにしてるかと観察してたら、店の前がちょっとしたスペースがあるんで、迷ってる人が集まりやすいんですね。で、そういう人がいたらすかさずアイコンタクト取って席空くから待ってお客さんをキープしてて、でその担当領域の6、7席がどれぐらいで後出そうかみたいなの完全に把握してて、で空いたら即その客を座らせるっていうのを高速でもとにかく回してるっていう感じで、本当に無駄がなかったです。全部で30席あったとして、客単価がだいたい4000円ぐらいとして、で滞在が30分ぐらいで、それで12時間営業してるとなると1日300万円ぐらいで、月間9000万、年間1億ぐらいかと、さすが1978年からずっとやってるだけあります。食べ終わってもう少し市場を散策してます。ここならカットフルーツも問題なく食べれそうな感じでした。あとカルネというロールが結構売られてました。歩いてたら地下に通じるエレベーターを発見。所狭しと店が並んでるので、在庫などはここから搬入するんでしょうね。お腹も満たされてきたので、次の目的地に向かいたいと思います。FC バルセロナの本拠地カンプノースタジアムに行ってみたいと思います。近くの駅から地下鉄に乗りますが、初のスペインでの地下鉄、かつスリが多いと聞くので注意していきたいと思います。改札手前の券売機でシングルチケットを購入します。バルセロナの地下鉄はゾーン制ですが、大体の観光地はゾーン1に入っているので、最初に出てくるこのチケットを購入します。 2.4 ユーロでした。カードで支払いを済ませ、このチケットを使って入場します。ホームはこんな感じ。先ほどの一番の近くの駅ですが、思ったよりガランとしてて、今のところ治安の悪さは感じません。電車の中はこちら。人も少なかったので、とにかく快適に移動できました。最寄り駅に着いたので、早速スタジアムに向かって歩いていきます。ちょっとトイレに行きたいなって思ってたんですけど、歩いてる途中に大学のキャンパスがあって、水を買いつつカフェテリアでお手洗いを借りました。こういう時、大学などオープンな場所は結構助かるなと思いました。15分ほど歩いてカンプノースタジアムに着きました。現在は改修工事中でスタジアムに入れませんが、こちらでグッズショップとカフェ、あとイマーシブミュージアムといって、このゴーグルをつけて映像でピッチに立つ感覚などを楽しむ体験ツアーがありました。面白そうだなと思ったんですけど、ツアーが42ユーロとちょっと高めだったので、今回はグッズショップだけ立ち寄ることにしました。ショップは2階建てでとっても広く、ユニフォームはもちろん、普段でも着れるようなアパレルグッズ、サイン入りサッカーボールやその他バルサグッズで溢れてます。これはバルサファンにはたまらない場所でしょうね。ユニフォームはレバンドフスキとペドリとガビが人気のようでした。アパレル系はとってもおしゃれで、普段から着れるアイテムが多かったです。バルサっていうと青と赤のザ・バルサみたいなグッズも多かったんですけど、こういうシンプルだけどよく見るとバルサのロゴ入ってるよみたいなのってサポーターとしては普段から身につけられるのでいいなと思いました。子供用のラインナップも多数あって、サッカー少年憧れの場所なんだろうなって思いました。男女問わず着られるデザインもたくさんありました。そして見てください、この赤ちゃん用の服。こんな時期から身近にあったら絶対将来熱心なサポーターになるでしょうね。そして私はこちらのおしゃれなキャップを発見しちゃいました。 DJI の今使ってるカメラの初期不良があった時にごめんねみたいな感じで送られてきたこちらのキャップからあっさりとくら替えしちゃいました。 DJI の帽子ありがとう。
こまでバルサファンってわけじゃないんですけど、なんかここに来たらおしゃれだし好きになって買ってました。であと記念にこのマグネットを購入。ちなみに記念写真は店内にあるこのパネルの前がおすすめです。寝っ転がってバルサの一員のように撮ってる人もいました。帰りに改修中のスタジアムが外から見えました。実はこの改修工事の設計を受注したのは日建設計という日本の企業なんです。超大金星だったこの受注案件、面白い記事があったので概要欄に貼っておきます。竣工は2026年。完成したスタジアムでぜひ試合を見てみたいなと思いました。チェックインの時間になったので一度ホテルに戻ります。今日のホテルはこんな感じで、とっても綺麗でかつ中心から近くて便利な場所にあります。バスタブはありませんが快適に過ごせそうです。この後はディナーの時間までまた街を散策したいと思います。歩いてるとザラを発見。もともとスペイン発祥のブランドということもあり、ヨーロッパのどこにでも、しかも一等地にありますね。途中で見つけたスニーカー屋さんです。ニューバランスの靴が大量に展示されてました。レア物かどうかとか分からなかったんですけど、スニーカー好きじゃなくてもこれはおーってなる場所だなって思いました。少し歩くと開けた場所にたどり着きます。ここにあるのがサンタエウラリア大聖堂です。ゴシック様式の荘厳な大聖堂で、バルセロナの中でも最も格式高い教会として知られているそうです。隣に立っていたのはラ・カサ・アルディアカという歴史のある大邸宅で、1920年代に文化遺産に登録された貴重な建造物だそうです。こちらはすぐ後ろにあるローマの水道橋の跡です。高さは8メートルあり、2000年以上前のものとしては比較的良好な状態で保存されているものだそうです。広場でシャボン玉を売ってるおじさんがいました。結構周りに子供が集まってたんですけど、たまたま撮った瞬間が誰もいない瞬間で、ちょっとシュールな映像になってます。今日のディナーはこちら、クワトロガッツ4匹の猫というお店です。こちらなんとピカソなどのバルセロナの芸術家たちのたまり場だったことで知られています。こんな感じでアートにあふれた店内となっています。店の名前を使ったグッズ販売もされていて、結構ちゃんとブランディングしてるなと思いました。メニュー表もおしゃれで可愛いです。中に入るとかなり広々としたレストランで、この後予約客ですかね、いっぱいになってました。ここでいただいたのが魚介のパエリア。ほぐしてくれたのですが鉄板で作ってくれてました。日本で食べるパエリアと比べてもとっても美味しかったです。バルセロナ1日目の観光は以上で終了です。明日はついにサグラダ・ファミリアはじめガウディ建築にどっぷり使ってきます。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。